でですね、続いてはこちらのカードですね。なんで一言ほうれん草がなってないよ。ドッキリやる、ドッキリ。今、1月15日、デッキ登録最終日。日付変わったところかな。深夜0時、デッキ決めました。黒。タムタムは、黄色だけど、そのチャレ戦が終わってから土壇場でいろいろ変えた。パートナーはちょっとウォッカでいこう。しかもウォッカ強すぎ。今、探偵マスターズ前日ですね。1月の16日で空港、山口県宇部空港に向かっております。東京に到着しました。コナンカード YouTuber として有名な姉のニゴさんのカードショップ YTV にやってきました。オリパを開けたらアニバーサリーメアリーが出ました。続いてはカードン。なんかね、プロモカードもらったん。かわいいじゃん、知らんけど。おにぎりコナンと平時100円か、緑スリーブ100円。緑は100円。で、アニバーサリー風見100円。最初期のナンバーワンプロモのコナン500円。サンデー買う、サンデーのプログやから、サンデー分と思ったらいいかな。で、テキストミスがあるから、多分再録されたとしても、このままで再録は多分ないと思うんですけど、いいや。お願いします。黒が一番嫌がる出し方。おはようございます。本日はね、ついに探偵マスターズ当日。現在朝7時ですね。今から朝食食べて、探偵マスターズの会場に行きたいと思います。梅の花のつぼみが膨らみかけています。探偵マスターズレポート本編動画をどうぞ。さっき熊本県勢の方から、僕らタイ行きたいんですけど、どうしたらいいですかって聞かれましたよ。木津さんはどうだそう、T シャツ作っていきましょうよって言われて。僕台湾行きたかったんですよとか言われて。全然ありだと思う。そうだって今日だって韓国の子たち来てたし、そうなん？さっき見かけたよ、私。マジで？昨日はトレカバースに。あ、そうなん？韓国語で喋ってた。どうやって改善したんだろうなんか、トレカバースでフリーしてて、女の子探偵マスターズ。はい。交互期待や、交互期待。マジか。韓国は秋かな ?9 月ぐらいやるとしたら。そは落ちちゃったってこと？そう。怖、魔境やん。独房みたいな部屋。探偵マスターズ2026終わりました。とりあえずね、僕はあんまり酒飲まない。マジで酒飲まないですけど、こういう時なんで、酒を飲みます。こんだけやけど。乾杯。1戦目緑アグロで高校勝ち。相手が欠損もあったし、ちょっとね、プレイングミスもあったからいいかな。2戦目が黒白か。黒パートナー。これ1、2ターン僕欠損したんで。1、2ターン計算したの？何も出せんかった。それは辛い。ゲームになってないな。3戦目がね、黄色警視庁。いや、マジでこれはね、どでかいプレミアムしたからね、草木になりたいと思ってしまった。でかいプレミアムしてしまった。花か木になりたい。なんかね、この方はね、3戦目が終わった後ね、私が勝ったって言ってね、やってたらね、なんか会場の隅でね、角のとこで、周り誰もいないところで、一人三角座りして、どうしたって言って、なんか、机でもう、うわー、あんなミスするなんてってずっと言って、草木になりたい。ってどういう？いや、マジでね、いや、ひどい。一人倒したら、一人倒すやつを忘れてたってこと？さすがにちょっと巻き戻し無理か。いや、相手なんか優しそうな人だけこねたらいけるか思ってるだけです。ちょっとさすがにそれは必死に行為やからやめとった。それは泣くな。泣くが。物言わぬ草木になりたい。ってつぶやいてたね。4戦目がね、白刃、勝ち。5戦目、ブラックインパクト、勝ち。高校勝ち。6戦目、ブラックインパクト、勝ち。で、7戦目が、白緑、パートナー白。これは珍しいのとだったね。ちょっと珍しいな。なんかね、デッキもなんかね、ちょっと古いカードが、先行弾入っとったかなっていう感じで。けどなかなか白緑とか使ってる人、うちらの地元にもいない。多分おらんと思う。本当に、
しかも結構古いカードばっかりで、うんし二段のカードとか多かった。その混色の珍しいデッキでそこまで勝ってるっていうことだから強いお方なんだろうなきっと。なんか、多分ね、マジでね、面処理するカードしか来んかったからね、白のちょくちょく、こう、スタンさせながら点取るっていうの、あれがね、追いつけんかったよな。うんだけどね、引きが悪かったっていう、引きが悪かった。うん8ラムとかばっかりしか来んかったから、もし8バーボンとか8陣がちゃんと来てくれとったら、もしかしたら取れとった試合かもしれんけど、だからまあ、4勝3敗かな。まあ、結局この試合最終戦取れたかもしれんけど、取っちゃっても5勝2敗で全然、A ブロックは1位が黒の7勝の方やったからまあ、勝とうが負けようが何も未来に影響がなかったんだけど、4勝です。4勝、4、3。去年と同じ。でもやっぱりマスターズって一つ4勝の壁っていうのがなんだろうな、結構チャレンジ戦でね地元でしょっちゅう優勝してる人でもなかなか4勝。なかなか4勝って意外と取れないんですよ、このマスターズは。マスターズの4勝はね、チャレンジ戦優勝ぐらいの難易度かな。そのぐらいの実力がないとちょっと取れにくい例かもしれない。結構さ、4勝の壁は大きい。よくやりました。で、たぶんはまず私のデッキは、キタン系市長なんだけど、もともとは、地元のチャレンジ戦で、連れの黒をぶっ倒したくて構築したデッキで、この黒をね、最近あんまり入れてる人がそんなに多いわけでもない、6小五郎が入っているのが特徴ですね。そんなムカつくカード入れるんじゃないって。だってね、黒の人にこうカーされても残るから、6000が残るからにしても小五郎が1回戻ってくる上にワンドローがあって強い、なんとかなるんですよ。カをいっぱいされてもなんとかなるので。ごめん長かったから、ええ感じになんか全部使ったらだるいやん。誰もマジで自分多分気づいてないと思うけど、このマスターズ終わって後から話がまとまってなくなっちゃう。さっき終わった後から話がクソ長くなってる。いい感じになんか短く。山口県勢、広島県勢、色1位とか入賞1位、2位、3位入賞ないけど、割合としては結構4勝取っとったな。結構皆さん4勝いってて、4勝ハードル高いのに。4勝はやっぱりチャレンジ戦優勝レベルの難しさやから、カートン開封でおなじみの絆さんがなんとね取れなかった。昨年に引き続き大域決定。あんまり知ったらだいやでも本当に次回5月にタイでマスターズあるんです。5月10日にね。で私はタイに年に2回行ったりすることもあるぐらいタイが好きやね。タイが大好きで、でも一人で海外旅行が怖いから連れてってもらってるんだけど、でもタイはリアルに旅行にも行きたいし、その上マスターズ参加できるとかもう幸せやんって思って、だからやるよね、行くよね。タイか。ただ仕事が休めるかわかんないけど、だから今日もね、どうやったらタイのマスターズ行けるんですかって聞かれたね、声かけてくださった方がいて、意外とみんなね、わかんないけど行きたいよね。もう一回チャンスがあるね。だって今回悔しい思いした人こそ行きたいんじゃないかな。ちょっとタイに行くのにお金がかかるっていうのもあるし、1泊2日とかじゃ無理だから休みを取らんといけんっていうのもあるけど、今回はマスターズの日程に合わせて休みが取れれば行きたいな。日本だと年に1回だけど、今回も海外勢もねちょっと来られていたし、やっぱチャンスがあるんだから、今回悔しいって思った人は行ってもいいと思う。ちょっとお金がかかるとか、その仕事の都合とかもあるから、みんなが行きたければ行けるんじゃないのはわかるけど。最大の事件、プロモパックボリューム11先行5配布事件。その探偵マスター、昨年は新カードが公開された。それ確か診断の SRP が公開されたんで、でも今年なかったからそういうついた手がなかったんで、ないんかなと思ったら、プロモパックボリューム11先行配布ってなかなかいけなことするやんと思ったらミスでした。面白い。いやレイヤさんが残念ながらねドロップしたけど、彼女強いんでやっぱりそのミニイベント優勝されてて、レイヤさんでもこれ使えるだろうから、みんな持ってないのにちょっと自分だけ使えて有利っすよっていう話をしてたのに、
ね、長野県警のデッキに入りそうなやつで、機関ユーザーとしてもちょっと気になるから、ね、で、わーいって喜んでたのに、なんか結果間違いだったから2月まで使っちゃいけませんみたいな。面白。それ、って思って。まあ、じゃあ人より早くフライングゲットできたのは嬉しいけど、うん。とはいえよな。とはいえね。うんなんで配っちゃいけないプロモがその十分枚数用意されていたのか。プロモパック、ボリューム何倍やったかな？ 5 から6が色にちょいオレンジ系統の色ないの。去年はね、ナンバーワンだった。7イベの。うん。それと間違えた説。うん。これとこれ間違えるなよって言って。はい、わかりました。でもまあみんなに配って大丈夫な数それは準備されてたのかしら、うんその配るはずだったやつは。まあ多分あんなん再配布とかも含め多めにするだろうからまあいっぱいあったんかもしれんけど逆に来月使うのは足りるのかしら。なんで間違えた？どこで気づいたんだろうね。焦っただろうね。やば。これ配ったの？はいみたいな。責任者心臓が止まったやろ。いやこれまだ配っちゃまずいってなんでここにある？ボリューム何倍やったかな？多分6、5、6、7のどっから辺に色が同じなんや。オレンジ系統の色なんや。カズハ青子が入のプラスアルファができたやつがあれが同じやったかな。うん6やったかな。まあいいや、6か7か忘れ今たけど。回運営さんめっちゃなんか進行とかスムーズで、うん。なんか、でもでもちょこちょこ謎なところはあった。無機質ではあった。うんなんか、最初なんかご飯食べる時間なんかねえよみたいな感じだったけど、なんか、謎の憩いの腹っぱゾーンっていうそうクソガチでわけのわからんうん。ゾーンがあったけど。まあ時々私寝転がってたあそこで。うんなんか、ポワロがあるかと思ったらポワロなかった。コーヒーね、楽しみにしてた。大草原が広がったの。前回はポアロのとこではね、なんか飲んだりとかうん食べたり OK だったけど、うん。なんかあそこで昼ご飯食べろってことかと思って食べに行ったら、ここはなんか飲んでもいいけど食べたらダメですとか言われて、なんか謎すぎたわ。どこで食べればいいんですかって言ったら外って言われるけど、なんか椅子のフリースペースでは食べてる人いるしなと思ってよくわからん。なんかマジでゴタゴタしちゃった。うん、まあ運営さんもね、多分時間がない中、すごいね、膨大な準備があって大変だったと思うけど、なんか面白いね。わけわからない。でもまあ面白いからいいんじゃない？みんなフライングゲットしたってことで。もしかしてさ、プロンパック11がさ、うん。あんなにキラとか含めてあんな潤沢にあるってさ、うん。本当は店に配布する予定のがそれもちょっと思った。在庫が、うん。結だから構対戦数あるだろうし、優勝者には2枚もらえたっていう結構話。前取ったからさ、私らで参加できんかったけど、最終戦まで。店舗のファンミとかで配るようなやつが消滅しようかもしれん。まあ再印刷ああいうのってできるんかね、わからんけど。するんかな。消滅したら大変よね。うん。マジでおもろい。なんかまだノーマルはともかく、キラはさう、ん。ね、店舗でだいたい上限までみんな配り終えるとこが多いと思うから、あんまり余らないし、なかったらちょっと大変よね、来月から。責任者怒られちゃ私らにとっちゃフライングゲットでよかったってなるけど、う。粋なことするじゃんと思ったら。本当なんか4敗して悲しい人たちがちょっと嬉しくなるような粋なことを、ミスでした。あとなんか気になったのはさ、なんでさデスゲームみたいな時計なくなったんだよ、なんであれは絶対あった方がいい。てか5分おきにアナウンスしますって言いよなかったけどさ、ったよね、なかったよね。多分15分過ぎ20分超えたあたりから5分マジで時計時間の計しづらかったな、今回。まあ、ただ私案外両負け発生してないように見受けられた。私自身もね長期戦型のデッキだけど一回も時間切れでわたわたすることなく、なんか時間切れ危ないこともなく、だいたい勝つ時はさっと勝って負けた時はさっと負けてたから、だいたい15分20分しかかかってないことが多かったかな。両負け択もなんか最初地獄みたいにあるかと思ったけど、なんか見た感じであんまり発生してないように見えた。まあなくはなかったけど、多分数択ぐらい両ない方か。なんかあんまりなかあんまりなった。さそうまあ皆無とは言わんけど、もう結構なんかあんまりなかったんじゃないかな。ただやっぱりなんか去年っていうか、まあ去年あったから今年もあると思うなっていうのはそうなんだけど、あんだけねすごい数のスクリーンのなんかね、制限時間デカデカと投影されるのがあったから、今年もさすがにやるやろって思ったら、なんか見づらい場所にちょっと電光のなんかねちっちゃい時計はあったけど、あれじゃあちょっとちょこちょこ確認するとかもできないし、なんかねこの動画でも多分時計は、ね、あんだけやってたからあるでしょとか言っちゃって前用意できたことがなんでできなくなっちゃったのか、あれはやってほしかったかな。マジでお金がないんかね。うーん中身実は。
あー、コーヒー用意するのがちょっともうできないからそうそうそう人工芝にそんなこと言うなよ。配信多分なかったですさ。配信なくなかったね。うん。うん。まあジャッジとか読んで揉めた人もおったかもしれんけど、うでもなんかそんなすごいトラブルはうん。なかったんじゃないかな、みゆきられだと。あ、俺呼んだよ。え呼んだよ。うん。どういう時に？鮮明相手が能力ちょっと勘違いしとったから。で、まあ、あーそれはそんな揉めてなかったけど、あ、これ水かけろになるやつやから、すぐ呼んだよ。あ雰囲気、その気やから雰囲気になるの、まあ、なる前に、うんあ、これ、お互い、あ、俺は絶対間違ってないけど、ーあ、効果の解釈。会社が相手間違っちゃったから、あ、ちょっとこれ呼んだ方がいいなって。あーでもなんか私の近くでも、うんこれってこうですよってお互い言い合ってる人見受けたけど、確かにそうやって言い合うぐらいだったらもう、いや、ちょっと、そう話しようから、もうすぐ呼んだ方がいいやって。そしたら正しい判断でお互いになる、じゃあ、真ん中に入れて、判断してもらう。それがいいよね。まあ言い合ってどっちが正しいかって言って、うんなんか自分が正しいと思って主張してもそれが違ってたかもしれないんだから、それはそういう場合は呼んだ方がいいと思う。あと、まあ、まあ、ないよな。あと、話すことないよな。私はなんかこう去年よりメンタルが強くなったんかなって感じが、 4勝取れたし、 4勝取れて、なんか前回取れなかった4勝が取れたことと、まあなんか手が震えたりとかしなくなったことが強くなったなって、言ってなんかこんな私ですけど偉い。離れしてきたんかなっていうのがあって、お前もそこは自らの成長を感じる、コナンカードで成長を感じるとか言ったら沢木がなんか言いそうやん。まあね、今回ね、まあいろんな人に声かけてもらったな。なんか私ですら声かけてもらった。そう。まあ動画でちょっと名前を出すようになったこともあり、なんか見させてもらってますとか言っていただいて、あと X でしかね拝見したりコメントの顔と名前がこういうイベントって「あ、なんとかさんなんですか」って一致する楽しい機会でも、脳裏に焼き付けて。まあ人の顔私意外と覚えられないから、よほどなんか特徴のある人以外は次なんか忘れちゃってるかもしんないんだけど、でもなんかね嬉しかったな、会えたの。はい。今回はお疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まずはね、参加賞の諸田で平次。諸田で平次諸田で工藤。錯乱しとる。諸田で工藤。で、4勝賞のね、コナン2枚獲得しました。結構僕はね、このね、4勝賞のコナンっていうか、この4勝賞っていう存在が結構好きかな。人によっては、まあ4勝3敗とか5勝2敗の、こう、ノルマ超えの喜びのカードとしての4勝賞。ある人にとっては、こう、6勝1敗とか5勝2敗で色1位逃した、こう、悲しみのカードであったりとかね、人によって価値が変わるというか、込められる思いが変わる、非常に昨年もそんな感じの4勝賞ですね。で、僕は記念カードとしてね、ああ、いろいろもらってたね。コナンカード系 YouTuber 同業者、姉のニコさんのお店に行きまして、なぜか姉のニ姉のニコさんのおコの無理に店っていうの情報を語が正しいんかな。ろうとする。副店長だから、ね調べて。自分でここでなぜか姉のニゴさんの情報をたむたむに調べさせる。スマートフォンに集中している間にドッキリの準備をしています。姉のニゴさんからね、サインいただきました。マスターズで使用した缶にね、サインをドッキリまであといただ10秒きまし。た。僕のサインもね、私物の一段 SR の安室さんに書かせていただきました。X の方でね、姉のニゴさんが投稿されてます。でですね、続いてこちらのカードですね。サインコラム。サインコラム。サインコラムです。サインじゃないよ。買ったんだ。私が購入しました。X でね、これ買った人がメルカリで転売してるってちょっと予想していた方がいたんですけど、残念ながら外れです。僕が買いました。帰りのさ、うん。空港からの車の中で、なんかね、あのお店で
ね、東京のお店でね、売れた数時間後には転売されてて、だいぶ高値がついてるとか。あ、でもあれは、あれは前回のかも。去年のかも。いや、今年の。今年のも。俺はメルカリ見よったもん。そうなの。あ、で、出とるなーって。まあ、こっちで買って別の人がじゃあ出品した。全く関係ない人がさ、一緒で。推理失敗です。いや、タイミング的にはそんなに素早い出品みたいな。まあ、やろうと思ったらできる。まあまあ、できるけど。すごいものがうちに来た。いや、なんか冗談で買っちゃうとか言ってたけど。そうだよね。いや、なんか、まさかそんな度胸があるとは。お金の力で。だって昨日泊まった宿の写真、ほら。インコなんです。ドヤ街の。刑務所みたいなね。いや、官房、独房みたいな。こちら、29万9980円。でもなんかさ、30万で20円お釣り。いや、なんかこういうのってさ、なんだろう、去年はさ、いや、これはトロフィーだから、買うものじゃないとか言ってたけど、なんか、いいよね。すごくいいと思う。正直。いや、いや、なんか、急にね、帰って総括の動画撮るから、なんで一言、ほうれん草がなってないよ。ドッキリやろ、ドッキリ。ドッキリ。いや、なんかさ、まあ、確かに、トロフィーなんだけど、いや、自分の力でゲットするのが本当はしたいけど、正直、29万って高くない。サインってそれぐらいの価値があるものだと思う。高木が初動15万で考えたら、サインが29万、30万出したらちょっと手がかりってことは、ちょっと。まあなんか、ね、一般には転売屋って呼ばれる人が出品とかいう、売っちゃったとかあるんかもしれんけど、その人はでもやっぱり勝ってるわけだから。あれ強いから。それはやっぱり、ね。ちなみに今回の、探偵マスターズのプロモは、なんか、チャレンジ戦みたいな透明パックじゃなくて、これなんか、ちょっと、包装の仕方違うんですよ。こういう袋じゃないんだ。そうそう。なんか最初剥いてあるのかなって。なんか、クリアパックみたいな感じになっとるんで、なんか、むき身で渡されとるわけではないです、ね。むき身じゃないんだ。さすがにね。そんな、ね。だって3箇所ですら袋に入ってるのに、さすがにこれはクリアケースに入れたんだ。いや、なんか4少々とか結構雑に持ち帰っとるなと思って今ケースをふっと差し出したけど。いやー、すごいものがうちに来た。これはあれですね。うちの飾り棚を増設しないと。買ったんだ。びっくり。どなたの人よかったら教えてください。うちに来てます。よう買ったな。へえ。正直20万円台ってさ、まあ、福袋10万円買っただからなんかね、おかしくなっとるけど。いや、私はなんかこう個人的にちょっとね、銅って加工が珍しいんですよね。金とかは MR とか SRB でいくから。ちょっと見せて。すごい。サインコナンに夢中になるタムタム。オタクがデフデフする感じになっとる。なんかさ、いや、ちゃんと、なんか展示してあったのもちゃんと見てないけどさ、よく見たらさ、サインが、ちょっと、あれサイン。サインじゃないよ、サイン。いや、じゃあ、メルカリかなんかわからんけど、何かに転売されてたのは、また別？また別。なんかさ、お買い上げいただきましたからの、また別の人が同じタイミングで、なんか、こう、奇跡が起きた。だからなんか、旗から見たらみんなさ、X でさ、いや、素早く出品されとる。推理を間違えてる、あれは、それ。甘いですよ。ちょっとタムタムが銅の加工見ようとき、俺もちょっと気になってきだしたけど。銅の加工があってって皆さんにこうやって、皆さん見せようかと思って、なんか、まあこれちょっとケース入りだからよくわからないと思うけど、なんか、なんだろう、植物っていうか。ごめん、そのクリアケースクソ汚いんで、なんか変な、ちょっと曇りがあるけど申し訳ない。なんかね、この植物のとこなんか箔がついてたり、なんかキランって光るキラキラマークが。なんかちょっと YouTuber っぽいこれ。この感じ。この感じって言うけど、こうなのか。
動画的には。いや、私4勝がギリギリ、それも必死で頑張って取ったけど、憧れのカードが家に。なぜか、2枚も。唐突に2枚も。おいくら万円こっちが29万9080円で、こちらが、35万ぐらいだったんですけど、これ買った時に、店長さんが、店長ってトレカバース。そうこの、言っていいんかなまあいいや。不良、これずっと言っちゃ悪いけど、不良在庫なわけや。だから、一緒に買ったら。35万円だから、27万でどうですかって言って。それ、大幅。8万引き約。なんかそんな軽く8万円もまあ、安くしてくれる。不良在庫やから、まあ言っちゃ悪いけど。動画で言っていいんそれ。まあ、なんか俺が起きた事実やから。で買った。までも逆に今年のより安くなっちゃったんだ。まあね。すごい。なんか、いや、多分、コナンカードに理解がない妻だったら、あなたなんてものを、こんなね、ドーンのカード、こんな紙切れのためにって言うかもしれないけど。で、ちょっとこっから先は動画で使うか微妙やけど、こう買った感想、合計で、50何万。57万円ぐらいかな。買った感想、っていうかね、一つね、自分への、心理実験として買ってみたい。高額カードを第5回よ。買ってみたんですよ、ちゃんと。初めてだよ、こんな。20万とかね。なんかこの間10万の福袋買ってきたあたりから、この人大丈夫かなって思って。買って、どんな気持ちになるんかなと。自分が欲しいカードを。なるほどね。確かにトロフィーとして自力で手に入れたいっていう気持ちもあったけど、言うて自分はちょっと冷めとる部分があるから、実は手に入れたら満足しちゃうんじゃないかと。もう、この回のモチベーションが下がるかもしれないとか、お金出せばいい。結果、今の心情を、正確に言うとね、手に入れたんだけど、あんまり嬉しくないなっていうか、やっぱり、ちゃんと買って手に入れたいなっていうのが、ちゃんと買ってね。こんな風に購入、お金の力で手に入れるっていうのは、まあ確かに、手に入れましたよ、トロフィーは。なんかね、魂が入ってないっていうかね、ちょっと望んだ手に入れ方じゃないんですよ。手に入れたいものは手に入れたけど、望んだ手に入れ方じゃないんで。まあ、例えば私の4勝書っていうのは、まあ、3勝3敗のもう本当に崖っぷちでもう誰かもって時に、なんとか頑張って取ったものだから、思い入れは強いよね。意外と自分もなんかちゃんと TCG プレイヤーなんだなと思ったかな。コレクターだったら買って満足だと思う。自分がちゃんと優勝してたとか入賞して手に入れたら、多分手放さないと思うんですよ。絶対手放さない。お金にする気はないと思うんですよ。かといってお金で手に入れても満足でもないんですよ。つまりちゃんと手に入れることでしか僕は多分満足しないと思うんですよ。で、ちゃんとコナン TCG プレイヤーしとるんだなと、僕は。いやでも私もさ、うちにこれが来ると思わない。いやなんか昨日冗談で、買っちゃうとか言ってたけど、さすがに買わんと思ってたから。いや私ももともとは別に TCG プレイヤーでもなんでもなくコレクターなので、あれなんですけど、まあ、うちにこれが来たからといって、満足かって言われると、ちょっと違うよな。正直次のタイに行きたいと私は思っていて、タイが好きなのもあるけど。でもまあちゃんと練習するよ。声震える。で、境の車の中でもね、今私の構築、本当に青に弱いやつで作っちゃったから、そこを攻略したいって話とかもしてて。結構モチベは高いんですよ。で、これを見たことによって下がるかって言われたら。下がらないのな。下がらない。これはコレクターとしては、うちに多分、神棚のように、もう本当でも転売されたとはいえ取った人はリスペクトだし、それは尊敬するとしてうちで大事にします。はい、ドッキリでした。唐突にサインコナンを2枚も出すっていう。いや基本ケチっすよ。ケチですよ。だってなぜか私が払ってる時があるんですよ。正直嬉しい。私へのプレゼントですか？違うの。やっぱり自分への心理実験が一かな。それは面白いかな。買ってどんな気持ちになるのかな。なんかこう X でも
もう買っちゃおうかと思うけど、なんか買ったらモチベが下がりそうって言ってる人もいて、実際どうなのかなっては思う。それを本当にやったっていうみたいな行為かな。あんまりなんか富豪以外で買う人はいないじゃんこういうの10万円以上って。これ私が私だからよかったね。確かなんていうか理解がない妻とかだったら怒られてたよ。いや私も欲しいカードだから。ということでね、探偵マスターズ2026終了しました。次はタイかな。タイ探偵マスターズかな。休みが取れれば行きたい。5月よろしくお願いします。探偵マスターズお疲れ様でした。お疲れ様でした。以上です。リアクション取れって言うからさ、あーとかうーとか言っときゃやろって言ってだるいなって。なんか、早うご飯食べて、ね、明日仕事やし、風呂入って寝たいって思ってたけど。最高や。ちゃんと言ったらこう自分の心情を吐露した。でも、その実験としてやりましたっていうのはなんか狂ってていいと思う。なんか YouTuber っぽい感じ。君も YouTuber になったんだね。これが買えるようになったから。絶対買う人じゃなかったと思う。YouTuber になってしまったんだと思う。あとなんかさ、みんな引き連れてタイに行きそうな雰囲気やん。なんか T シャツ作っていきますかとかね。YouTuber っぽい企画だよね。また毎日見よったら変わってくるんかな。なんか、俺別にお腹せんでもいいやってならんやろ。絶対ならないと思う。こうやってなんか、ハリーポッターの溝の鏡みたいにこうやって毎日こう見て、だんだんうっとりしていたら。俺サインだったよな。なんか、実際はそうではないのに、もうそっちの世界に引き込まれていて、いつからか2人とも練習をしなくなり、チャレンジ戦にも出なくなり。美しいなぁ。あら、4少々もちゃんと見んねん。4少々も好きだよ、このイラスト。1999年4月やったかな、6月のサンデーのなんかこの初期絵のな。初期絵の。なんか、この青山先生の描き方もだいぶ違ったもんね。初期の頃と最近の絵じゃ。初期絵も結構好きなんよ、私。なんか、丸っこくてというか、優しい感じの。じゃあ2027年のサインを買うかって言われたらちょっと微妙やな。うっとりしてきた。溝の鏡になるかも。